今のは病院に向かう救急車か。ええ、ウルスラ病院に登録されている車両ですね。そいつが3台もか。やっぱり脱線事故の怪我人を搬送しているのかしら。まあこのタイミングだし間違いないんじゃないかな。セシル姉たちも忙しいことになりそうだな。俺たちも現場へ急ごう。了解です。今のバスは共和国方面への行き来に使われている旅客バスですね。多分列車に乗っていた乗客を振り替え輸送しているんでしょうね。やれやれ、大変だな。事故の規模はどの程度なんでしょうか。やあ、ロイドたちか。フランツ、お疲れ。ロンリー先輩、ノエルさんもお疲れ様です。そちらこそお疲れ様です。どうやら事故現場ってのはその先で間違いないみてえだな。はい、すでにソーミャ司令と警察の方が検証に入っています。ニカのドノバン警部とレイモンドさんが来てるよ。しかしまあ見事なまでに脱線しちゃってるみたいだね。ありゃ復旧までにちょっとかかりそうだな。その乗客の人たちの被害は？幸い死者は出なかったようですが、何人か重傷者が出たみたいですね。治療の必要がありそうな方は先ほど救急車で搬送されました。ああ、さっき見たよ。他の乗客は一通りバスで。ああ、市内に行くのとアルタイル市まで行くのの二手に分かれるらしいね。さっきまで大混乱だったよ。無理もないかと。やれやれ、厄介な事故が起きたもんだね。とにかく俺たちも事故現場を見てみよう。通してもらってもいいかな。ああ、お前たちなら誰も文句は言わないだろう。どうぞお通りください。これは。いやー、大変な事故が起こってしまいましたね。ズバリ脱線事故の原因は？見ての通り現在調査中だ。考えられるとしたら線路への落石で先頭車両が脱線したってとこだろう。申し訳ないけど、ここから先はマスコミにはお引き取り願いするわ。すぐに復旧作業に取り掛かる必要がありますから。司令、それは。警察として現場検証を優先したいお気持ちは分かります。ですがこの横断鉄道はゼムリア大陸における大動脈。すでに鉄道公社帝国共和国方面、さらにはディーター市長からも大至急の復旧が要請されています。我々警備隊としてはその要請に応えなくてはなりません。いや、理屈はわかりますがね。でも事故の原因がわからないと再発の恐れがあるんじゃ。それに関しては復旧と並行するしかないでしょう。とにかく遅くとも
夕方までには片側の路線を開ける必要があります。手配した重機が到着する前に。待ってください。あなたたち。あら、ロイド君たち。お、来たのかよ。司令、現場検証もしないで復旧作業に入るんですか？あなたも警備隊の所属ならばこの路線の重要性はわかるでしょ。それに言いたくはないけれど、復旧が遅れればそれだけで帝国と共和国の横やりを招くことにつながりかねないわ。それは十分に考えられますね。それを言われますとこちらも強くは出られませんな。でもこちらには真実を追求するという使命が。ソーニャ司令、30分、いえ重機が来るまで俺たちに時間をもらえませんか？あなたたちに？ええ、現在のクロスベルで今回の事故が起こったこと、自分にはとても単なる偶然とは思えません。本当に必然性はないのか見極めるべきではないでしょうか。例の拳銃による被害の可能性もありますし。まあ気休め程度に任せてくれてもいいんじゃないですか。そうね、私としたことが少しばかり焦っていたようだわ。ドノバン警部、まずは現場検証を優先しましょう。代わりに復旧作業が始まればそちらに集中させていただきます。ええ、こちらも依存ありません。できれば私たちの取材も。復旧作業が始まるまではどうぞご自由に。ただし現場検証の邪魔はしないように。それはもちろん。警部、自分たちの方も現場検証に入らせてもらっても。お、手分けするとしよう。そうそう、向こうの方に列車に乗っていた車掌が休んでる。運転手は病院に運ばれちまったが、そいつから事故当時の話は聞けるだろう。了解しました。それじゃあ捜査開始だね。さてと、何か判明したことはあるかしら？ええ、まず最初に落石などが線路に落ちた可能性ですが、それは真っ先に否定できると言ってもいいと思います。そりゃまたどうして？つまりそれを裏付ける証拠があるってんだな。はい、それはいろいろ怪しげな証拠は見つかっていますが、決定的なのは機関車先端の傷の少なさだと思います。どういうことかしら？確かに機関車の先端には特に傷がなかったけど。普通落石で脱線する場合、線路上に落ちた岩が先頭車両とぶつかった場合だと思います。その結果スピードに乗った巨大な質量がバランスを崩し線路から外れて脱線する。それ以外にここまで派手に脱線することは考えにくいはずです。おお、なるほど。なのに機関車の先端には傷らしい傷が見当たらない。一番ありそうな可能性が真っ先に消えたってわけだ。なるほど、確かに見過ごせない事実ね。それじゃあ他に考えられる脱線の可能性はあるのかしら？はい、最初は何らかの爆発物が使われたかと思ったんですが。それって何らかの武装集団がテロ工作をしたとか？いや、その可能性は俺も真っ先に思い当たってな。一通り見渡してみたんだが、
どうやら爆発物が使われた形跡は全くねえな。そうね、今のところこちらも見つけていないわ。そうなると他に考えられるとしたら、何かに機関車の右側から体当たりされた可能性でしょう。何？体当たりってそんな無茶苦茶な。車のレースのデッドヒートならそういうことはありそうだけど。なるほど、機関車の右側にあった大きくへこんだ部分ですね。ああ、多分こういうことが起きたんじゃないかと思う。その何かは走行中の列車の機関車の真横に降り立った。運転手さんが上げた叫び声というのは多分その時のものだろう。何かはそのまま並走しながら機関車の右側から体当たりをして、横からのベクトルを加えられた機関車は左側に脱線してしまう。そして何かは機関車を左の岸壁に押し続けて、長い傷跡を岸壁に残した挙句にようやく停車させた。そして後続の客車はこんな風にバラバラな形で脱線することになった。とりあえずこれが現時点での仮説なんですが。はあ、見事だわ。いやはや推理にかけちゃ兄貴を超えたんじゃねえか。確かにガイさんはもっと直感で操作するタイプでしたもんね。おいおい、大好評じゃねえか。なんだか誇らしいわね。やれやれ、僕もそこまではまとめきれなかったかな。大したものね。それでロイド君、そこまでした何かというのはやはり魔獣なのかしら。それも最近現れた幻獣とか。そうですね。確かに走行する列車を脱線させることができるほどの力の持ち主です。大型の幻獣と考えるのが自然だとは思いますが。ですが幻獣が出現した割には上位属性の気配は感じません。あの青い花も心には咲いてなさそうだよね。確かにそうね。それでは一体どんな存在が？他に考えられるとしたら結社の人形兵器だろうけど、こんな風に直接動く連中なのか。今のは魔獣の吠え声。それにしては不気味すぎる感じが。センサーを起動します。行きます。どこにいるの？レインズ君、なんとかカメラに収めなさい。無茶言わないでくださいよ。距離10セルジュ、西へ遠ざかっていきます。みんな追いかけるぞ。ああ、合点承知だ。了解しました。おいおい、無茶すんなよ。警備隊からも増援を。いえ、そちらは復旧作業に専念してください。まずは俺たちで追ってみます。そうだったわね。そろそろ重機も到着する。お言葉に甘えるしかなさそうね。何かあったら駆けつけるから必ず連絡してきなさい。了解しました。グレイスさん、さすがについてくるとか言いませんよね。いいじゃないって言いたいところだけど、さすがに危険そう
は我慢しておくわ。一旦クロスベル市に戻って速報をまとめるつもりです。他の記者が集まり次第すぐにでも取材を再開しますよ。それが無難かと。まあさすがに襲われてもフォローしきれないしな。どんな魔獣か知らないけど、本当に列車を脱線させたのなら尋常な相手じゃないわ。くれぐれも気をつけて、後でネタを提供してちょうだい。了解しました。お疲れ様です。よし、追跡を始めよう。まずは街道をまっすぐ西の方に向かうぞ。やなんとしても捕まえねえとな。またか。西の方からだ。ティオスケでなくてもわかるぜ。まるでサイトの時みたいに私たちを誘ってるみたいだけど、間違いないと思います。サイトとは違って暴力的な意志を感じますが。かなりの知能を持った魔獣か。それともいずれにしても気をつける必要がありますね。なんだ。これは破壊音。爆発物の音じゃねえぞ。南です。行ってみましょう。これは。ここのゲートは一応特殊合金製だったはずだ。信じられません。ただの魔獣にこんなことが。列車を脱線させたことといい、どんだけの化け物だっつうの。とにかく追いかけよう。まだ遠くには行ってないはずだ。森の奥に逃げられると厄介だよ。ああ、さっきから様子が変だな。やっぱりここも破壊されたばかりみたいだ。ってことはこの下に降りていったっていうことかしら。間違いありません。下の方から気配を感じます。それに何か妙な気配も感じますね。妙な気配。この下はサバイバル訓練場です。人の手がほとんど入っていない樹海が広がっていますが。追いかけるなら覚悟を決める必要がありそうだね。ああ、警察学校の訓練で一度降りたけど視界が悪くて大変な場所だった。さすがに大変だろうし、エリーやティオ、ワジは。何を今さら。ロイドさんたちだけを行かせる方が心配です。少なくともアーツに関しては僕らの方が得意だしね。ま、確かに厳しい場所だが協力すればなんとかなるだろう。ええ、みんなで降りましょう。分かった。どんな敵がいるかわからない。万全の準備を整えてから降りよう。ええ、了解です。